Hello everyone, The Game Seekers のニックです。ゲームシーカーズのニコです。今日はですね、シリーズ初の昭和日本が舞台の Silent Hill F をレビューしていきたいと思います。トピックはこちらになります。購入予定の人はネタバレにご注意ください。わーい、サイレントヒル大好き。前回はサイレントヒル2リメイク版をレビューしたよね。まだ見てない人はそっちも見てね。今回のサイレントヒルは狐の妖怪とか出てきて面白かったし、今までの世界観と違って昭和の日本のレトロ感も好きだった。本作は新しい形のサイレントヒルだからこそ、その新鮮さが好きな人もいれば、ガラッと雰囲気が変わったことでまだ馴染めない人たちもいると思う。それでは各トピックを見ていきましょう。まずストーリーは非常に素晴らしかったのは間違いない。隠された物語が明かされるたびに、そこには感動的なストーリーがあるし、学べるものもあった。ただね、ゲームプレイに関しては敵と戦うときはちょっと動きが硬い感じで、敵もね多かったと思う。だから恐怖演出よりも敵と戦っている時の緊張感の方がね大きかったと思うね。ちょっとねダークソウル系が苦手な人はストレスになるかもしれないね。もしかしたらなかなか進めずに途中でねゲームを放棄する人も出てくるかもしれないね。そのあたりのねバトルシステムというかバランスのねアップデートが今後ねあるといいですね。ちょっと懐かしいゲームだけどクーデルか思い出すね。あのゲームもストーリー、雰囲気、声優の演出も素晴らしかったけど、やっぱりねバトルシステムが非常に残念だったね。本作も少しそれに似てるなぁと感じたね。Edward, you should have just died before. I wanted you to lay down and die. A ghost? やっぱりストーリーとゲームプレイのバランスも大事だよね。アクションを控えめにした方が良かったかもね。個人的にはアクション寄りにするならセーラー服と機関銃みたいな感じの物語がちょっと見たかったかもね。次は80年代明治時代のサイレントヒルとか見てみたいね。いい物語とゲームプレイさえあれば古い時代を舞台にしたサイレントヒルも悪くないと思うね。そもそもアントロジー作品なのだから次回はより精神的なホラーに深く踏み込んでほしいね。次回作は舞台そのものよりサイレントヒル現象のように人の心の闇を描くのか、それともサイレントヒルの街を舞台に悪魔的な存在や未知の呪いに立ち返るのか、どちらを選ぶかでこのシリーズの未来は大きく変わっていくと思うね。やっぱりサイレントヒルの街を舞台にしていろんな人のドラマとミステリーが展開していくお話の方が好き。例えばサイレントヒルの街をお金持ちが買い取って新しく住み始めた人が道の呪いにかかっちゃうストーリーも面白そうかも。なるほど、それも悪くない考えだね。サイレントヒルアセンションっぽくなりそうだけどね。あの作品はプロット自体は面白かったけど投票型にしたのが欲しかったな。もしまた作るならしっかりしたストーリーとゲームプレイがある心理ホラーゲームにしてほしいね。今回の舞台は昭和の1960年代の日本、恵比寿ヶ丘。この町は架空の場所だけどモデルになったのは岐阜県下呂市の金山町。実際の街並みや迷路のように入り組んだ細い路地がゲーム内で丁寧に再現されていて、
環境音も現地で収録されたものが使われています。おー、すごいね。ちょっと行ってみたいかも。主人公は清水ひな子。結婚は当たり前という時代の空気の中で、ひな子は自分の幸せは自分で決めたいと揺れながら進む物語が描かれています。昔の人は厳しかったんだね。ひな子がかわいそうだった。でも怖いだけじゃなく、自分で選ぶ勇気のある話だなぁと勉強になった。どの時代にも風習や伝統が強く根付いていて、自分の意見を口にすれば叩かれる。まさに出る釘は打たれるだね。そんな中でひな子は怖さを抱えながらも勇気を出す。その姿は強さにあふれ、魅力的であり、インスピレーションでもあるね。よくもお父さんをお母さんをお前を許さない。ね、絶対に。本作はこれまで海外舞台に悪魔が登場してきたサイレントヒルとは違い、日本を舞台に妖狐が描かれます。日本の伝承における狐は、狐の嫁入りに象徴されるように、結婚や変身と深く結びついた存在です。守り神として信じられる一方、人を騙す妖怪として恐れられることもあり、守護と支配の二面性を持っています。物語では、ひな子が霧に覆われた恵比寿ヶ丘で狐面の男に追い詰められていきます。彼は守ってやると言いながら、ひな子の考える力を奪い、考えるな、従えと婚姻に縛ろうとします。その背後に九尾の狐神と代々の家系に伝わる呪われた婚姻の仕組みが潜んでいます。琴行さん、琴行さん。稀に人里に真意を宿した希少な血を持つ女子が生まれることがある。そのようなものが里に現れるたびに、我らは一族の跡取りにそのものを嫁に欲するようまじないをかけた。何を言って。歴代の跡取りたちは皆うまくたぶらかしてめとってきたが、こたびの跡取りはくどい人間の娘一人たぶらかせぬようでは未熟が過ぎる。琴行さんはずっと私をお嫁さんにしたい一心でずっと努力してきたって。孤独にずっと笑うな。一生懸命に悩んで生きてきた琴行さんを笑うな。ここで浮かび上がるのは家父長制的な規範。家の存続、適齢期、嫁の務めとひな子の幸せを自分でつかみたいという思いの衝突です。狐面の男が囁く考えるなという言葉は、従属の平穏を差し出す甘美で危険な誘惑であり、愛という名を借りた支配そのもの。さらに家計に救う狐神の婚姻儀礼は世代を超えて繰り返されてきた同調の仕組みでもあります。村の掟や神の意志という名の権威を振りかざし、次の娘に役割を押し付ける狐面の男は、そうした男性支配の象徴とも言えるね。
この作品はひな子が家に従うのか自分の意思を貫くのかといった昭和青春ドラマと心理ホラー、そして日本の民間伝書が見事に融合したサイコロジカルホラーになっている。ひな子の青春ホラーと狐の呪いにかかった男の子のお話をうまくミックスしているね。物語に登場する狐面の男の正体はひな子の結婚相手琴雪は表向き人格者だけど実は狐の呪いにとらわれていた。ひな子に助けられてから異常なほど執着するようになったのもその呪いのせい。一族は代々その呪いで嫁を迎えてきた。一族が滅べば最悪が訪れるという古文書まであって琴雪は必死にひな子を縛ろうとした。ひな子以前にも多くの人が犠牲になってきたと思うとゾッとするね。なるほど。だから狐の仮面をかぶってたんだね。恋じゃなくて呪いのせいだなんてちょっと悲しいね。琴雪はもう一人の主人公みたいに感じたから彼の過去を描いた DLC があったらいいのにね。それも悪くないね。本編はひな子の葛藤や結婚の怖さを描いているけど琴雪の視点で物語を描いたらそれはそれで面白いと思うし男女で考え方や価値観がどう違うのかを知るのは興味深い体験になると思うね。さて、Silent Hill の F とは何を意味しているのだろうか。公式は意味を一つに決めてない。だから複数の読み方ができます。例えば Fear、Folklore、Fate、あとはホークス、狐。その通り。それからロゴのフォルテを連想することもできるし、力強いの意味を持つ。ひな子の力強さを意味してるかもね。あと、フェミニズムという意味もあるかもね。フェミニズムの歴史を見れば、第一派フェミニズムから第四派フェミニズムがあります。あと、ひな子の片腕が毛深くなったから、ファーリーとかもあるね。それもまた面白い考えだね。それからもう一つは flower という意味もあるだろうね。本作に登場する彼岸花は死と再生を象徴する花。この F が何を示すのかは決まった答えはなく、プレイヤーが考える。それ自体が Silent Hill らしさだよね。初代 Silent Hill と新しい Silent Hill F。舞台や時代は違うけど、実はしっかり共通点がある。それを解説してみよう。初代 Silent Hill は現実の街と異世界が交互に現れて、世界がひっくり返る瞬間が恐怖を増幅させた。一方、Silent Hill F は現実の恵比寿ヶ丘とひな子の青春世界が重なって不気味さを広げている。どっちの作品も2つの世界が重なってるところが似てるんだね。初代はシェリルとアレッサという分離した魂。F はひな子と狐のひな子という二重の存在。共通点は2つの魂、2人のひな子という二重存在の物語。初代はカルト教団の教義、罪を洗い流せば救済されるという論理。F では狐の一族の信仰、一族が滅べば最悪が来るという呪い。どっちも主人公を犠牲にして村とか一族を守ろうとするんだね。初代の恐怖は狂気じみた救済。F の恐怖は支配を正当化する正義。怪物そのものより人間の信じる掟の方が恐ろしい。本当のホラーは人間のエゴにあるんだね。
初代は罪と救済、F は結婚と運命。どちらも与えられた世界に従うか、自分の意思を選ぶかというテーマが共通している。だから違う舞台でもサイレントヒルらしさがちゃんと残ってるんだね。つまりサイレントヒルのエッセンスなんだね。そういうこと。F は日本的な設定だけど、間違いなくサイレントヒルのエッセンスを受け継いだ傑作だと思うね。初代サイレントヒルとサイレントヒル F は舞台も文化も違うけど、2つの世界、2つの存在、そして共同体が押し付ける正義という骨格は同じ。姿形は変わっても、サイレントヒルらしさはちゃんと生き続けている。つまりどっちも自分の心と戦う物語であり、サイレントヒルのエッセンスも生き続けているから、怖いけど面白いゲームだね。さて、サイレントヒル F にはマルチエンディングが用意されていて、プレイを進めるたびに少しずつ隠された結末が解禁され、物語の核心へと近づいていきます。この作品にはグッドエンディングやバッドエンディングといった単純な区別はなく、どのエンディングもひなこの人生や心の在り方を映し出しています。でもこれから紹介する結末こそ個人的には本当のエンディングと思ってます。初めて見た時もう思わずね、涙がこぼれそうになったね。それではそのエンディングを一緒に見ていきましょう。ひなこ、ちょっとおいでなさい。お母さん、ひなこの誤解を解いておきたいの。誤解って？ひなこはお母さんのこと、お父さんにいつもいじめられてるって思ってる？そんなこと。確かにお父さんはちょいと短気な人だけど、娘の前ではいい格好がしたいだけの照れ屋な人なんだよ。あんなに怒鳴ったり物を投げつけたりしてきたのに。お父さんはね、ずっと夢があったの。自分と友達で小さなお店を持ちたいって。夢？そう。お父さんには仲のいいお友達がいてね、船に乗っていた頃からかな、弟みたいに可愛いっていつも言ってた。でもね、何かあったんだろうね。急にお父さんが貯めてたお金全部持って逃げちゃった。きっとどうしようもない理由があったんだろうね。悪い人には見えなかったから。お父さん、それですごく傷ついてね、荒れてた時期があったの。落ち着くといつも私には謝ってくれたよ。でもね、子供には弱い父親の姿を見せたくないからって。男の人はプライドが高いから。だからって家族を傷つけていいわけがない。ひな子はきっと家に入ると女は男に虐げられるってそう思い込んじゃってるんだろうね。でもね、あんたが思ってるほど
女もお母さんも弱くはないんだよ。お父さんなんて娘の前ではかっこつけて威張ってるけど、あんたたちがいない時は全然違うんだから。以前お母さんとお父さん大喧嘩したことがあるの。知らない。そんなことあったの？お母さんお父さんが謝ってくるまで徹底的に無視してやったよ。あんたたちがいる前では普通に振る舞ってたけどね。おかずもお父さんの嫌いなものばっかりにして、お茶に雑巾の絞り汁入れてやったこともあるの。お母さんが信じられない。お父さんたったの3日で音をあげたよ。あんたと純子が寝静まった後、そこにベターっと土下座してね。お父さんが本当に？そうだよ。私とお父さんが本気で喧嘩をしたら、お父さんが私に勝てるわけないじゃない。でもね、それは私たち夫婦の話。娘のお前に心配かけたのは本当に申し訳ないと思ってるよ。話してくれてありがとう、お母さん。ひなこ、今少しいいか？なんかよ。お前に謝っておこうと思ってな。何を？俺は情けない父親だった。長い間怒鳴ったり怖がらせたりして悪かった。今頃謝ってなかったことになんかなるわけないでしょ。あれだけ長いことみんなに迷惑かけて、全部チャラになるなんて本気で思ってるの？思ってない。お前の気持ちを考えれば到底許せるわけもない。それを重々分かってる。それでも俺に謝らせてくれ。許してくれなくて構わないから。はあ？あんた一人がスッキリしたいからってだけで勝手に謝ってるの？迷惑だよ。帰ってよ。今だって急に怒り出して包丁を投げつけてこないか怖くて怖くてたまらないんだから。子供に怖がられるくらいが威厳のある父親だと誤解していたんだ。本当にすまない。じゃあ勝手にこれからもそうしててよ。出てって出てってよ。それでもお父さんは謝ってくれてる。許す許さないは私たちの勝手だけど、お父さんの謝りたいっていう気持ちまでも無限にはできないよ。お父さんの都合なんか知らないよ。家族だよ。それでもお母さんに聞いたでしょ。
お父さんが裏切られて辛い目にあったって、辛い理由があったから乱暴も許せっていうの？そんなのまかり通らない。そう、まかり通らない。許す必要もない。縁を切り、言い訳も謝罪も聞いてやる義理は確かにない。でもね、家族の縁は切れないんだよ。だから許さなくてもいいけれど聞いてあげなくちゃ。お父さんの気持ちだけは受け止めてあげて。お母さんはお父さんを許しているのかもしれないけど、私には無理。知ってる？私たちとお父さんは血がつながっているけど、お父さんとお母さんは血なんかつながってないんだよ。結婚したってだけの赤の他人のお母さんがお父さんの話を聞いて許せたんだよ。どうして血のつながりのある私たちが話も聞いてあげられないの？怖かったと思う。今も怖いと思う。許せないと思うし、顔も見たくない気持ちもわかる。それでも話だけは聞いてあげて。許さなくてもいいから、お父さんの気持ちだけは受け止めてあげて。もし俺のせいで男というものに恐怖を覚えているなら、それは誤解だ。俺はろくでなしだが、他の父親たちは違う。俺とは正反対で、琴行君は立派な青年だ。彼なら絶対にお前を幸せにしてくれる。付き合いの長い柊君も立派な男だけどな。あいつにならお前をやれるとずっと思っていた。しかしそんなのは俺の勝手な決めつけで、結婚するもしないもお前が自分で決めて構わない。俺を許さなくていいから、俺の呪縛から解放されて幸せに生きてくれ。今まですまなかった。今でも怖いし、許せるかどうかわからないけど、お父さんの気持ちだけは受け取ったから。私たちの人生、どんな風に生きようね。琴行さんみたいに生きてみたい。誰かをものすごく好きになって、その人のためにものすごく努力して、情熱のすべてを注ぎ込むような一途で一生懸命な生き方をしてみたい。今度は私から琴行さんに求婚するくらいの勢いで一生懸命に。私はまだ決まってないけど、
とにかく何かに一生懸命に。何それ。ここは静かだね。誰も邪魔しない、せかさない。いるのは私たちだけ。私たちだけで行く末を決められる。こんな静かな恵比寿ヶ丘は初めてかも。ここは私たちだけの静寂の恵比寿ヶ丘だね。はい、いかがでしたか？いやー、本当にいい話だったね。何度もクリアする価値があるゲームだったと思うね。これはあくまで個人の解釈だけど、ひなこはたくましく見えてもまだ子供。だからこそ不安も多く、社会の決まりや同調圧力に押しつぶされそうになるのも無理はないよね。彼女の行動はある意味自己防衛だったのかもしれない。親も彼女の気持ちを理解していないように見えていたけど、このエンディングを見る限り、最後にはひなこに人生の選択を委ねた。そのシーンはとても感動的で、どこか昭和らしい温かさも感じたね。だから自分はこれこそがひなこが結婚を決意するきっかけになったんじゃないかなと思うね。家族愛がひなこを救った。あ、わかった。サイレントヒル F ってサイレントヒルファミリーって意味もあるね。もしかしたらそれが物語が本当に伝えたかったことかもね。さすがニコ。確かにこの作品はいろんなトラウマやグロテスクな描写もあったけど、最終的に伝えたかったのはファミリー、つまり家族愛の大切さ。そう考えると竜騎士07さんってやっぱりすごい脚本家だね。本当にそうだよね。ゲームプレイに不満を感じる人もいるかもしれないけど、このテーマを再認識できただけで価値があるよね。私たちが忘れかけていた家族の温かさを思い出させてくれた本作は、やっぱり絶賛されるべきだと思うね。怖いゲームだったけど、最後にはちゃんと温かい気持ちになれてよかった。サイレントヒル大好き。はい、皆さんはどう感じましたか？ぜひコメントで教えてください。ねえニック、結婚は本当に怖いものなのかな？いや、結婚そのものが怖いわけじゃないよ。怖いのは自分の気持ちを押し殺して誰かに従わされることだと思うね。本当に大切なのはお互いに理解し合い、尊重し合うこと。結婚は支配でも義務でもなく、二人で選び取るパートナーシップだと思うね。だからニコ、怖がる必要はないよ。むしろ自分の気持ちを大切にできる相手と出会えたとき、それはとても素敵なことだよ。じゃあニックもいつか結婚するの？え？やっぱり結婚ってホラーだね。こうしてニコは結婚イコールホラー説を確信しつつも、ひなこのように選ぶ勇気と支えてくれる家族のありがたさを
こっそり心にメモしたのでした。そしてニックはいつかニコが大人になって誰かと出会い笑って巣立っていくその日を思いながら胸の奥でサイレントクライするのであった。